エヴァンゲリオン新劇場版シリーズには、ある一つの目的、テーマが決められていて、物語の結末では、その目的に沿った出来事が起きるのではないか。その出来事とは、すでに作品の中でも重要なこととして大きく描かれている、あの現象なのではないか。今回は、なぜ、エヴァンゲリオン新劇場版という作品が誕生したのか、エヴァンゲリオン新劇場版を制作する目的は何なのか、という作品の枠外の情報、制作者側の視点よりでその結末を予想する、メタ的な考察になります。まずは、その手がかりとして、公式記録集で大きく語られた3つのエピソードに注目しました。もともとエヴァンゲリオン新劇場版は、旧世紀版と呼ばれる、旧作シリーズ、新世紀エヴァンゲリオンを、短くまとめた総集編作品になるはずだったと言われています。当時、庵野秀明監督の意向として、エヴァンゲリオンをガンダムのように、自分以外の若い人の手で、次々と続編が作り続けられていく作品にしたい、というシリーズ化構想が進められていました。この場合のエヴァ新作とは、ストレートな続編ではなく、むしろ従来のエヴァとは全く違う作品。ガンダム風に言うと、G・エヴァンゲリオンのような作品と例えられていました。しかし、制作の引き受け手が見つからず、この新作構想は難航。まずは、こんなエヴァンゲリオンでも大丈夫というサンプルを、庵野監督自身がもう一度作る必要がある、と語られています。つまり、当初のエヴァンゲリオン新劇場版は、この新作構想ありきの総集編企画。全く新しいエヴァを今後も展開していく上で、元の新世紀エヴァンゲリオンがどんな作品なのかを手軽に知ってもらえる総集編という位置づけで、半年に1作、1年半で終わるペースで公開される予定でした。一方、庵野秀明監督はエヴァとは別の新作テレビアニメ企画を進めていました。しかし、この新作企画も難航。自身が面白いと思う要素を入れていくと、どんどんエヴァンゲリオンみたいな新タイトルになってしまう、という悩み。その悩みの結論として、どうせエヴァみたいになるなら、いっそエヴァンゲリオンにしてみよう。エヴァそのものをもう一度作ってみよう、と結論付けられています。新たなエヴァを展開していく新作構想。その前に作るはずだった総集編。庵野監督による新作タイトル。それぞれがうまく進まず難航していた3つの企画。これらの話を踏まえた上で、現在のエヴァンゲリオン新劇場版は、当初の総集編企画から一体どう変わったのか。一つの仮説をもとに、その結末で起きる出来事を考察していきます。今のエヴァンゲリオン新劇場版は、旧作の総集編と、その後に制作を予定していた、全く新しいエヴァ作品。もともと考えられていた、2つのエヴァを、1つに融合させたのではないでしょうか。その構想は、新劇場版の初期タイトルから推測することができます。当初の新劇場版は、ジョ、ハ、9プラスハテナの3本。3本目が9とハテナの同時上映になる予定でした。ジョハ9とは脚本の3幕構成を意味する言葉です。つまり旧作ベースで作り直されたジョハ9の3幕が総集編になるはずだった一括りの物語。4幕目のハテナはその枠を外れた位置づけの作品。3部作ともう1作品という構成になっているのと、ハテナのタイトルがエヴァンゲリオン新劇場版ではなく、新エヴァンゲリオンと明かされたことで、4作目はジョハ級シリーズとは異なる作品タイトル。この4部作は2つの異なるエヴァ作品がひとまとめになった企画だということが推測できます。では、なぜ完結編を旧と新エヴァンゲリオン新劇場版と新エヴァンゲリオン
異なる2タイトルの同時上映にする必要があったのか。実はこの完結編の2部構成こそが、今回の考察のテーマ、エヴァンゲリオン新劇場版の結末で起きる、ある現象のヒントになっていたのでは、と考えました。もともと全ての始まりは、新しいエヴァを生み出すことが目的だった。総集編はその前の、下準備的な作品になる予定だった。しかし、新たなエヴァの誕生は、様々な理由で難航していた。2つの作品を融合させ、旧作世界を再構築した、エヴァンゲリオン新劇場版では、新しいエヴァを誕生させる、という制作者の目的そのものを、作品内で再現しようとしていたのではないでしょうか。完結編の前半、エヴァンゲリオン新劇場版の結末で、その次の作品世界、新エヴァンゲリオンの世界を誕生させる。一括りの物語、序波級の終わり、級の結末で、その世界とは異なる新しいエヴァの誕生を描く。これが、真の目的だったのではないか。その伏線の一つとして描かれていたのが、歯のラストシーン。シンジと、レイ、初号機と、巨大綾波。コアを持つ、二つの異なる生命が融合することで、この世界の断りを超えた新たな生命が誕生。二つの存在の融合が、新しいエヴァ誕生の引き金になる。あの現象、疑似進化こそが、新劇場版の目的そのものを表していた。9の結末では、再び同じ現象。今度は、新たな生命ではなく、この世界の断りを超える、新たな世界。序波級の世界を超えた新世界誕生の引き金になる。本当の進化。異なる二つの世界の融合が起こるはずだったのではないか。エヴァンゲリオン新劇場版とは、本来の目的、新しいエヴァが生まれる前の前日譚のような位置づけの作品。故に序波級シリーズには古い仮名表記が、新には通常の仮名表記が使われている。エヴァンゲリオン新劇場版の完結編9の結末では、新世界が生まれる要因となる。異なる2つの世界の融合が起こる。一つは、エヴァンゲリオン新劇場版の世界。もう一つは、新世紀エヴァンゲリオンの世界。新旧、2つのエヴァの世界が重なることで、進化したエヴァンゲリオンの世界。新エヴァンゲリオンが誕生する。序波級の級が英語の級になっているのは、エヴァ独特の仕掛け。タイトルに複数の意味を持たせるため。漢字の一部が仮名表記になっている場合は、そこに複数の意味が込められている。完結編9プラス新とは、序波級の9と新エヴァンゲリオンの2部構成であり、同時に9プラス新旧世紀版と
新劇場版、新旧、2つのエヴァの融合という意味も込められている。旧と新は当初の構成、同時上映ではなくなり、旧単独で上映されましたが、次の映画、新エヴァンゲリオンには 3.0 プラス 1.0 という英語タイトルが付けられています。3.0 が旧の続きの物語、1.0 が新エヴァンゲリオンと仮定すると、 3.0 プラス 1.0 とは当初の完結編通りの2部構成、旧プラス新、つまり旧プラス新の構成は引き継がれている。旧が旧に改題された際、クイックニン、帯同といった意味を持つサブタイトルが付けられていました。このサブタイトルは公開前に消えてしまいましたが、旧が分割上映になったと考えると、次の映画の 3.0 パートが帯同 1.0 で新しいエヴァンゲリオンが生まれる。これが完結編の形になるのではないでしょうか。新エヴァンゲリオンについている楽譜のリピートマークには、1度目は始まりに戻り、2度目はそのまま次に進むという意味があります。1度目の世界、新世紀エヴァンゲリオン。2度目の世界、エヴァンゲリオン新劇場版。2度目はそのまま次の世界へ進む。この世界の断りを超えた新しいエヴァンゲリオンを誕生させる。その代償としてこれまでのエヴァンゲリオンを終わらせる。始まりと終わり、2つの役割を担うのがエヴァンゲリオン新劇場版なのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこれからもエヴァに関わる情報をチェックしていきます。